あなたは人から死にたいと打ち明けられたらどうしますか？遡ること23年前の1999年3月、舞台はアメリカミシガン州ポンティアック。一人の医師が有罪判決を下されました。その名はジャック・ケボー・キアン。罪状は回復の見込みがない患者の自殺を手伝う自殺幇助罪。自殺したのは呼吸すら自由にできなくなった末期の患者。苦しまずに死なせてあげたい。ジャックの思いやりからの行動に無罪を主張する声すらあったんです。そんな慈悲深いはずのジャック。しかし実は彼は慈悲深いの一言では片付けられない経歴の持ち主だったんです。ジャックが自殺を手伝った患者の数は130人。130人もの自殺を手伝った医師ジャック・ケボー・キアン。いずれなぜそれほどの自殺幇助が可能だったのか、そしてその目的とは。そこには彼の医師としての歪んだ思想が絡んでいたんです。オスオススオスオんじゃんけんちゃんです。んこです。すでこみや。本日ご紹介するのは130人の自殺を手伝ったとされる医師ジャック・ケボー・キアンについて。いずれなでも現代でもあることじゃない、安楽死っていう選択肢はね。国によってはね認められたりするんですけど、今回はですね、罪に問われてしまったんですよ。でも難しい話ですよね。自殺を希望している人がいて、医師としてねどういうね決断を下すか、もちろん国の法律とかねいろんなねしがらみがあるんですけど、だから一概にこう悪って決めづらいですよね。でこれってさ、なんか宗教でも分かれそうだし、国によってね価値観によっても分かれそうなんで、そもそも正義と悪っていうもの自体が人間の主観でしかないんで本当に難しい話かなと思うんですよね。そもそもやっぱジャックはね、いろんな事情から慈悲深い医師だとね言われていたんですよ。というのも患者自身がね、自ら自殺を望んでいたことに加えてね、彼を取り巻くねいろんな複雑なね事情があったんです。というわけで早速見ていきたいと思います。慈悲の医師。遡ること33年前の1989年、舞台はアメリカミシガン州ポンティアック。ジャネット・アドキンスというアルツハイマー患者が自ら命を絶ちます。この時その自殺を手伝ったのが医者のジャック・ケボー・キアン。これは彼にとって初の自殺幇助、同時にこれは世界初の自殺幇助事件となり、世間を大きく騒がせることになるんです。ジャックが患者に提案した自殺の方法は自作の装置タナトロンを使ったもの。タナトロンは毒薬を投与する点滴を用いた機械のこと。患者はスイッチを押すことで自ら装置を起動することができるんです。タナトロンは起動すると3つの薬剤が順番に流れ込む仕組み。最初に流れ込むのが薬の効き目を良くするための生理食塩水、続いて鎮痛剤、最後に致死量の塩化カリウムが流れ込むんです。このようにそれぞれ作用の異なる薬が流れ込むことによって患者は苦しむこともなく自殺できるようになっているんです。苦しまなくていいように自分で装置まで開発していたなんて、もうその慈悲深いっちゃ慈悲深いのかもしれないけど、別にこれが罪に問われなかった理由ってわけじゃないんでしょ。そうなんです。ジャックがね罪に問われなかったことにはもっと重大な理由があるんです。世界で初めて医師が患者の自殺を手伝ったこの事件。その当事者となったジャックは当然のごとくアメリカミシガン州で告訴されました。しかしジャックは有罪判決を受けることなくすぐに告訴取り消しとなるんです。というのも当時は自殺幇助の事例がなく、ミシガン州の法律に自殺幇助を罰する法律がなかったから、告訴は取り下げられたもののジャックは医師免許を剥奪されることになります。こうしてこの事件以降医療に関わることを一切禁じられたんです。しかしそこでジャックの自殺幇助が止まることはありませんでした。医師免許をなくし毒薬の入手が困難になると、次は一酸化炭素を使ったガスマスクの自殺装置を開発。ジャックはこのように堅くなな姿勢で自殺幇助を続けたんです。その間司法機関が彼の行為を見過ごしていたかといえば決してそんなことはないんです。ジャックは1994年から97年にかけて再び裁判の席に立たされることになりました。しかし行われた裁判の結果は計4回全てが無罪。ジャックの担当弁護士はそれらの裁判で一貫してこう発言し続けているんです。私はジャックほど厳格なガイドラインに従った医師に出会ったことがありません。ジャックの自殺幇助は細心の注意を払って行われており、決して無理に自殺を進めるものではなかったというんです。またジャックは患者から一切の金銭を受け取っていませんでした。つまり営利目的ではなく、あくまで慈善事業として自殺幇助を行っていたんです。これらの事実はジャックの行為を慈悲と捉える層の支持を強め、いずれの裁判でも彼に有利な結果をもたらすことになるんです。そうね。
こう聞くとなんかジャックの自殺幇助っていうのは本当に彼の心からの善意のように聞こえるけどね。表側だけを見ればね、そう見えるんですよ。何その含みのある言い方。ジャックはね、ここまでのね、裁判でまだ本性を見せてないんですよ。蓋を開けてみればですね、自殺を希望する患者への対応っていうのは、とても善意とはね、言えるものではなかったんです、実は。横暴な診断。ジャックの自殺幇助が取り沙汰されるようになって以来、アメリカではオレゴン州などいくつかの州で自殺幇助の合法化も行われていました。ただし、その対象はもう助かる見込みのない末期患者のみ。あくまでこれ以上苦しませたくないという慈悲の行為であるゆえの合法化でした。有罪判決を受けたジャックの取り調べが進められる中、この末期患者のみという決まりに引っかかる事実も浮かんでくるんです。というのも、ジャックが自殺幇助を行った130人のうち末期患者だったのは約50人。なんと彼が自殺を手伝ったうちの 60% はまだ助かる見込みのある患者だったんです。ジャックの自殺幇助は決して無理強いすることなく細心の注意を払って行われていたはず。そんな向上は裁判を乗り切るための大嘘だったんです。実際の対応はとにかくただ自殺させたいとだけしか思えないものでした。ジャックは自殺を望む患者のカウンセリングを一度しか行いません。それもごく短時間で済まされ、多くの患者が次の日には自殺装置にかけられているんです。最初に自殺幇助を受けたジャネット・アドキンスなどジャックと直接会ってすらないという話も。ジャックが自殺幇助の判断を下すのに必要だったのは患者が苦しんでいるという事実だけでした。病気で苦しんでいる患者は専門の医師に見せることもなく独断で自殺を提案。さらにうつ病や薬物中毒者など直接命の危険性がない場合も勝手に末期患者だと診断を下したというんです。末期であるかどうかは関係なく、ただ患者が死にたいと思ってさえいればいい。このように横暴な診断を繰り返した結果、ジャックの自殺幇助は途方もない数へ膨れ上がっていったんです。なぜ彼はそこまで頑なに患者に自殺を選ばせたのか。後に行われたインタビューにてジャック自身がこう語っているんです。患者らは皆末期なんです。ちゃんと診断も行わなくて苦しんでたらもう末期って診断しちゃってたわけ？めちゃくちゃサイコパスじゃないこれ。サイコパスという言葉なんですけれども、そんなね、安易に使わないでいただきたいんです。はい。ごめんなさい。というわけで本日のメタラキーワード、サイコパスについて。サイコパスは他人の痛みに対する共感が全くない人のこと。彼らは自身の行動で他人が迷惑を被っても一切罪悪感を感じることはありません。そのため人を騙すのがうまく社会的成功者となる人物も多いというんです。ジャックはたとえ助かる見込みのある患者でも自身の独断で安楽死を選ばせました。その際罪悪感は微塵も感じていないんです。そして裁判では慈悲深い意志を巧みに演じ、何度も有罪判決を逃れました。サイコパスは人口に対し男性 3%、女性1% の割合で存在しているというんです。嘘をつくのが得意な彼らの正体を見極めるのは一般人には至難の業。あなたの身近にも隠れサイコパスがいるかもしれません。なるほどね。メトラの中にも何人かぐらいがサイコパスいそうなもんじゃない？まあ統計学的には言いますよ、そりゃ。あんただってその可能性があるかね。なんかそんな安易にね、サイコパスって言いたくないんですけど。なんかあんた、なんか今日高いとこにいるわけな。座高高かった。でもジャックに患者を苦しませたくないって善がなかったんだとしたらさ、一体何の目的でそんな大勢の人を自殺させてたわけ？単なる快楽殺人じゃないですか。実は彼はね、彼なりにね、信念があったんです。多くの患者をね、自殺に導くことっていうのが、彼にとっては医療の貢献につながると本気で信じていたんです。まあそれがね、一体どういうことなのか早速見ていきたいと思います。歪んだ信念。遡ること70年前の1952年、23歳だったジャックはミシガン大学医学部を卒業。そのままミシガン大学病院の医師として働き始めるんです。ジャックは医師としては至って優秀でした。しかし彼はとある実験を提案したことで同僚の医師たちと衝突を起こすんです。その提案とは死刑囚を使った医学実験。怖えな。本人の同意があれば死刑執行後に彼らの体を実験に使ってもいいではないか。医学誌にてジャックが掲載したこの言葉に同僚の医師たちからは猛反発を受けたんです。ジャックは自分の言い分がまかり通る場を求め、そのまま同病院を退職。その後の1979年、ジョージア州にて死刑が再導入された際にはジャックがまたしても死刑囚の医療利用を提案。この時の提案は死刑執行後の囚人の臓器を取り出し臓器移植に利用できないかというものでした。しかしこれもまた刑務所の教
協力を得られず実現されていないんです。このほか同時期には亡くなった人の血液を採取しての輸血実験に成功。ジャックはこの技術を米軍の負傷兵の治療に役立てられると考えていました。ただこれも国防総省への交渉を行ったものの実用化には至らず、このようにジャックは医師となって以来死人の医療利用の提案をたびたび行っていたんです。大量の自殺幇助を行っていたのもこれらを実現するため。その証拠としてジャックは自身の著書にこのような発言をしています。私が死にたいと苦しんでいる人の自殺を助けるのは医者としての義務。そういう人たちの死が確定することで貴重な実験、有益な医療行為に役立てられる見通しである。医者は命を救うのが仕事じゃないの。自殺助けるのが義務なんてどんなひねくれた見方してんのよ、ほんと。確かにね。自殺を助けてたのもね、医療利用が目的だったんで、自費があったのかないのかって、よくわからん。医療はね。どうやったらさ、こんな歪んだ思想に至っちゃうわけよ。実はジャックはですね、普通のね、アメリカ人とは違ってね、特殊なね、家庭環境でね、環境になっちゃった。で、育ってたんです。普通のアメリカ人っていうのも、よくわからないですけど、特殊な環境で育ったってことですね、彼が。迫害と拒絶。さらに遡ること94年前の1928年、アメリカミシガン州ポンティアックにてジャックは生を受けます。といってもジャックの両親はアメリカ人ではなくアルメニア人。第一次世界大戦においてアルメニアではオスマン帝国による大虐殺が行われていました。ジャックの両親はその被害から逃れるべくアメリカへ移り住んだという経緯を持っていたんです。両親は幼少のジャックを熱心に教会へ連れて行きました。しかしジャックはこれを拒絶。全知全能の神がいるならなぜ父さんたちはアルメニアを追われたんだ。そんな疑念からジャックは神の存在を全く信じなかったんです。移民であるがゆえの差別も原因になっていたかもしれません。その後ジャックはただただ勉学に明け暮れました。偉いな。ドイツ語、ロシア語、ギリシャ語、日本語、習得が難しいとされるこれらの言語も独学でマスター。俺は日本語も怪しいわ。飛び級で中学、高校へ進むほど優秀だったというんです。ただしジャックには友達は一人もおらず、彼は年を重ねるごとに孤立していったんです。他人は信用できない。信じられるのは自分の能力だけだ。両親の迫害や移民としての差別を受ける中、ジャックはそんな思いを強固にしていったんです。その挙句自身の能力を証明するため、人の死さえも利用するようになっていってしまったんです。ちなみにジャックは油彩画家としても作品を発表。その内容は分解した死体から肉を食べる子供を描いたものなど、画風にも歪んだ思想が如実に反映されていたんです。怖えんなマジで。迫害とか差別の辛さってさ、受けた本人じゃないと本当のところは分かんないから。でもこう見るとジャックの辛さっていうのは確かにあったのかもしれないなって思っちゃうからね。ジャックがね、悪いっていうか、当時の世界情勢がね、複雑に絡んだっていうところもあるんです。ジャックだけが悪いわけではないのかもしれないです。結局1999年に有罪判決を受けたジャックは10年から25年の懲役刑、そして2007年には仮釈放へ。その条件は自殺幇助に関与しない、自殺を推奨しないというもの。しかしジャックはこの後にもフロリダ大学、カリフォルニア大学、ロサンゼルス大学などを巡り安楽死の講義を続行しているんです。2010年にはジャックの生涯を主題にした映画死を処方する男も公開となりました。このようにジャックの行為に対する世間の評価は決して否定的なものばかりではないんです。自殺幇助に関してもオランダ、ベルギー、ルクセンブルクなど合法化の動きが波及しています。死に直結しない患者までも自殺させていたジャックの行為は到底許されるものではありません。ただこのようにジャックの活動をきっかけに世の中の死に対する価値観は大きく変貌を遂げることになったんです。あなたは病気で苦しむ人に対し何がその人の本当の幸せだと考えますか？いや、皆さんありがとうございます。パーカーね、初版、1回目の再版、そして再々版も全部売り切れたんですけど、またね、入荷したんで、ぜひね、アルゴメトリーのね、サイトからね、見ていただければと思います。あと、アルゴメトリーのひらがなと英語で違うんで、英語の方がブランドなんでね、もうちょっとここだわってるんで、英語なんでね、アルゴメトリーね。でもかっこいい写真が載ってる、ちょっとインスタグラムをフォローしておいてほしいよ。ぜひぜひね、お願いします。